デスティニー8の連中がね、これまた佐賀愛が強い連中ばっかりなんですよ。自分が思ってる以上に彼らの熱が高くて、ロマンシングサガ2リベンジオブザセブン、リアレンジされた名曲の数々、その制作過程を振り返る。正統派のアレンジをしてほしいと、魂がもう一段階入ったというか、開発もね、みんなって結構テンション上がりましたね。やっぱりオリジナルってどう演奏してるっけって言って、こうだよねって耳コピして、じゃあそのようにかっこいいアレンジ作ろうっていうんじゃなくて、オリジナルに似せようね、今回はそれがミッションだから。自分らが当時思っていたものが30年ぐらい経って彼らにそれこそ継承していたんだなっていうのは、なんかいろんな答え合わせがそこでできた感じがしますね。はい、ロマンシングサガ2リベンジオブザセブンの、作曲そして監修をさせていただいた伊藤健二です。よろしくお願いします。ロマンシングサガ2リベンジオブザセブンの音楽ディレクターをやらせていただきました岩崎秀則です。よろしくお願いします。1993年に発売されたロマンシングサガ2。プレイヤーは歴代皇帝として七英雄との数千年にわたる戦いに挑む RPG です。本作のリメイク作品となるロマンシングサガ2リベンジオブザセブンは、広大な世界とキャラクターたち、そしてイベントシーンを美麗なフル 3D グラフィックで刷新。音楽はサガシリーズおなじみの作曲家伊藤健二さんのプロデュースにより、新たなアレンジでレコーディングされました。今回は伊藤健二さんとスクエアエニックスの音楽ディレクター岩崎秀則さんに音楽リアレンジの過程を振り返っていただきました。まずは発売後の反響についてお聞きします。音楽がこの時点でまだ Amazon でベストセラー1位なんですよ、ゲーム音楽部門で。だからちょっとびっくりもしてますし、ありがたいなって思いますし、もともと30年ぐらい前の作品だったので、それがまだ今でもこうやって愛していただけるのはその作曲家冥利につきます。ありがとうございます。そうですね、僕もX とかで皆さんの反応を見させていただいてますけど、すごくいいコメントたくさんあって、関わらせてもらってすごく良かったなっていう思いでいます。はい、やっぱりバトル系ですね。七英雄バトル中心に、まあできればいろいろな曲を聴いていただきたいっていうのはあるんですけれども、まあ自分がね社員時代からずっと言ってきてることなんでねでもそれでもやっぱりバトル曲をピックアップしていただいてるっていうのはやっぱりそういうことなのかなと思いますけれどね。エメラルドビヨンドあたりからやっぱり新しいまたちょっとサガファンになってくれた方が引き続きこのロマンサガ2でも応援してくれるっていう、なんかそういう反応や勢いが例えば SNS でも感じ取れたりして、そういう意味ではなんか広がったような感じだなって思いはありますね。本題に入る前にお二人の出会いとこれまでの活動を振り返ります。FF じゃんけん事件というのがありまして入社して、僕と、川森さんっていう2人がシンセサイザーオペレーターとして当時入社したんですけど、植松信さんの部屋に呼ばれまして「君らじゃんけんして」ってでじゃんけんして勝った方が FF ねって言われて、僕はじゃんけんに負けて「じゃあ岩崎は FF 以外全部やって」って言われて、でその時にちょうど伊藤さんのタイトルが真っ先に立ち上がってたんで、サガから浜松君になって当時はサガフロ2ですね。で自分はそこからまた新作となるチョコボレーシングに移ったっていうことで2人してこれ負けてらんないねみたいな感じで負けないものを作りましょうみたいな感じでFF8 がその後に控えてたんですけど、そのまま、川森さんが FF8 で僕はそれ以外のタイトルっていう感じになって以降そのまま20数年が経ったっていう感じですね。はい、ね、なんていうか先輩後輩ではあるんですけれど、なんかあれやれこれやれっていう関係じゃなくて、その君の音楽業界での経験を存分に生かして好きにやってほしいみたいな感じで言ってくださって、
チョコボレーシングなんですけど、なんか僕の中ではすごく充実していた印象があって、すごくいいお仕事を一緒にさせていただいたなっていう、はい、思いがありますけど。じゃあこんな音色はどうですか、こういうサウンドやこういう方向性はどうですかっていう相談もらったので、それ面白そうだからじゃあそれにしようみたいなっていうふうでなんか2人してなんか話がだんだん膨らむんですよね楽しい方向に。あれはだから制作も面白かったですね。それが26年前ぐらいですかはい、ね、はい、でも当時はそういう関係でしたので、ご飯とか毎日一緒に食べに行ってましたはい、ちょうど CD ロムに移り変わる時期だったんで、いろいろ音楽的にもチャレンジできるような、でもレコーディングとかも含めて、そういうところで我々以外の本当の意味でその音楽業界で活動している人も含めて今度取り入れて、で音楽制作の方にもチャレンジしていきたいなっていう方向だったと思いますね。僕は作曲をしたくて旧スクエアに入ったわけではなくて、本当にシンセサイザーが大好きで、作曲した人の曲を音色ブラッシュアップしてミックスしてっていう、それが大好きだったんでスクエアに来た感じです。はい、なので後年、ただその技術が進歩してそういうことはパソコン上で誰でも作れますみたいな時代がだんだんなってきたので、そのシンセサイザーオペレーターっていう職種だと、早晩ご飯が食べれなくなるなっていうのが分かってきたので、どこかで作曲にチェンジしないといけないんだろうなっていうのがあって、それで最初は作曲やらせてくださいっていうよりはそっちに行かないと多分自利品になると思ってやりますっていう感じで、はい、移った感じです。いきなり最初がフロントミッションフォースっていういきなりタイトルだったんですけど、結構やっぱり当時のスクエアってチャレンジさせてくれる会社だったので、もう自分で僕こういうことできますっていうデモを持ってったら、それを聞いてこれできるならじゃあやってみたいな感じで。自分で自覚がないですけど、めちゃくちゃそのスクエア的な音楽っていうのは染み込んでると思います。その伊藤さんをはじめ植松さん、三田さん、下村さん、崎本さん、当時いらっしゃった皆さんの音楽ってなんでしょうね、うまく説明できないんですけど、いることでなんかこう染み込んでいく部分っていうのがあって、で何かじゃあ作る時に伊藤健さんっぽく作ろうとかそういうことは全く意識しないで、自分としては自分が思うものを作ってるんですけど、やっぱり俯瞰してみるとスクエニっぽいよねみたいな感じの、何かをこう多分皆さんから刺激をいただいてるんだと思います。影響を受けてると思います。一番やっぱり言えるのはメロディーがはっきりしてたりするっていうところかなとは思います。映像がだんだん進化すると雰囲気が合ってれば音楽って機能する場面とかもいっぱいあるんですけど、やっぱりそういう雰囲気だけ合わせた曲を作って持っていくと、プロデューサーさんなりディレクターさんがもうちょっとメロディー立ったものが聴きたいっていうことはたくさん言われるので、やっぱそういうものを作っていかなければっていうところはあって、それはすごくこのスクエニに入って自分が鍛えられたところかなとは思ってますね。やっぱり植松さんの影響って大きいと思うんですよ。特に自分もそうなんですけれども、その上で当時FF7 が開発された時にやっぱりグラフィックも含めて全部ガラッと変わったんで、植松さんもおっしゃってましたけども、やっぱり音楽が今までのメロディアスだとうるさくなってしまうというところで、これだけグラフィックが主張しているのであれば音楽はメロディーをもうちょっと控えてそういうグラフィックやそういう動きに沿うべきなんじゃないかみたいな感じで、多分植松さん的に実験的に作ったのがその FF7 の音楽だと思うんですね。なので今までその FF シリーズからしたらちょっと実験的なところもあると思うんですけれども、そういうところの変化も含めてこちらも影響を受けてはいると思います。これでいこう、こういう縛りでいこうじゃなくて、
多種多様でちゃんと自分たちもその場その場でちゃんと調整していかなきゃダメなんだなっていう心構えはなんかその時の FF7 でなんか見させてもらったような気がします。すごいのは遊んでないけどズバッとそのお客さんの心をつかむ心がそれはかけるのもがすごいうイですね。メージしまくりますね。うん何をもって喜んでもらえるのかとか何をもって感動してもらえるのか。感動っていろいろパターンがあるじゃないですか、もう血がたぎるから始まってもう戦いのシーンとかで悲しいシーン嬉しいシーンはもう涙をどちらにしても泣かせるぐらいのっていうところの喜怒哀楽のところも含めての心の機微というかはすごくイメージしますね。それが結果的にゲームになっていくみたいなっていう作りはしてます。全部言い訳ですね。ここからはオリジナル版ロマンシングサガ2制作当時について伊藤健二さんにお聞きします。どのような意気込みで楽曲制作に取り組んだのでしょうか。いくつか話してはいるんですけれども、結構ロマサガ1を作った時点で気持ち的に灰になってたっていうか結構やり尽くした感があって、そこをいかにまた焚きつかせるかみたいなっていうところで火をつけるかみたいな感じで、そのモチベーションのところからまず入ったんですよ。でシステム的にも今回はそのゲームオーバーっていうのはなしで主人公の皇帝がどんどん時代を紡いでいくっていうところから始まって、少しゲームとしても今までのロールプレイングとは違うぞみたいなっていうところから始まってるんで、若干さあどういう風になっていくんだろうみたいなっていうある意味ちょっと混乱しながら作っていったんですけれどね。で指定されたそのイベント的なものとか、あと場所的なものとか、特に格闘家が住む竜の穴っていうところあるんですけれども、当時は個人的にその曲をどうやって作ろうかみたいなところから、モデルケースはどこから引っ張ろうかな、じゃあ引っ張ったところだとして、そのモデルケースからどうやってその解釈して自分なりにその竜の穴に解釈していこうかっていう、準備とあと展開っていうところがなかなかちょっと時間が取られてしまったってありますね。七英雄も今のように七英雄のバックボーンっていうのは全くなかったので、それこそ最近のその舞台であった七英雄の期間っていうのがあったんですけれども、そこで七英雄ってこういう歴史があったんだみたいなっていうふうに分かったぐらいですから。でもその上で七英雄バトルはああいう哀愁を帯びた感じで作れたっていうのは、何かしらその自分の想像の部分と川津さんも多分なんとなく七英雄としてまだ完成されてないけどもイメージされていたものが合致したんでしょうね。でその上できっと川津さんも今後の展開として実は七英雄はこういうものなんだっていうふうに形を作り上げていったと思うんですけれども、なんかそのきっかけがその哀愁だったり悲しみ、七英雄の持った運命的なものっていうのがなんか展開できたんじゃないかなと実際は今思うんですけどね。そこまでのスタートがなかなか掴むのが大変でした。多分ロマサガ2での出来事だったと思うんですけども、やっぱり箇条書きなんですよ。例えば七英雄はこれこれこんなもので、で主人公皇帝はこれこれこんなもんで、そこに対する詳細なものはまだなくて、で通り一辺倒のちょっとしたバックボーンみたいなのあるんですけれども、やっぱり曲を作る側はもっとイメージを持ちたいので、もっと情報が欲しいわけですよ。で川津さんに文章ではこう書かれてますけれども、実際もっとイメージしていきたいので、どういう感じでこれはどういうふうに考えられてるんですかって言ったら、いやもう書いてある通りだけだからと、あとお前がどうにかしてくれみたいなって一度だけ言われたことがあったんで、これはもう聞いてもダメだなと自分で作り上げていくしかないみたいな、だからそういう意味で想像力の働かせ方っていうのは鍛えられたかもしれないですね。何しろオリジナルを作ろうっていうので、そのオリジナルが自分はたまたまロマサガだったと。だから FF にもない他の作品にもないロマサガとしてのオリジナルを自分は作っていこうっていうところがあったので、そういう意味ではシンプルだったと思います。同時発音数が8音なんですよ、スーパーファミコンって。とてもね中途半端な発音数でね、あと2つ3つあればもっとオーケストレーションできるのにとか、もっとこういうドラムでもベースでもこういう音が入れられるのにとかってあるんですけども、その2つ3つがもうないから、じゃあどうアレンジをシンプルにしていこうか、どういうふうに組み立てていこうかみたいな、このトラックは今のこれが鳴ってないから別の音入れられるなみたいな、そういうタンスの整理みたいな感じもしていくわけですよ、音楽的に。だからそれの音の組み方っていうので、アレンジはなんかそこでいろいろ現場で
叩き込まれていったような気がしますね。だから後々別プロジェクトで例えばチョコボの不思議なダンジョンの2作目自分をやったんですけど、そこでいきなりオーケストラの曲作ってみないかと言われてもあまりどうしようっていうふうにはなんなかったと思います。ないですねっていうのはもう離れてたんですよ、音楽室と開発のそのブースチームが。別に喧嘩してるわけじゃないんですけども、たまたま離れていたから話しようもないし、特にそのミーティングもないんですよ意外に周りがなんか音楽はいろんな意味で特別みたいな感じで見られていて、そっとしておけば曲自然に作ってくるだろうみたいなっていう雰囲気もあったんで、ある意味孤独と戦っていたような気もしますね。一人で作り上げて提出して、で川津さんやその担当だったデザイナーたちに確認してもらって、じゃあこれでいこうみたいなっていうのは結構メールでやってたような気がしますね。あまり彼らと会ってどうのっていうのはなかったと思うし、だからこそクイックタイム事件があったんですけれどねいわゆるこれがもし密にいろいろ面と向かっていろいろやっていたらクイックタイム事件はなかったと思うんですけれども、分からなかったんですよね、ゲーム内でそういうふうになるっていうものがリリースされてユーザーからのファンレターをもらってそういうことで何のことみたいな感じでカーズさんに問いただしたっていうそういうことがあったんですけれども、それはきっと密にやってなかったから、自分がちょっとダメだったなっていうのがあったんで、ロマサガ3ではやめてくださいねっていう感じで言った覚えがありますけれども、それと似たような感じでプロローグの曲もオリジナルバージョンで没曲が入っているんですよ。もともとのゲームの方ではいろんな世界観をメドレーにして、その中にバトル曲も入っていたりしたので、それは結果的にそうだったんですけども、当時は多分そこまでのものがなくて 2,3 分ぐらいになるかもしれないが、とりあえずお前が思うようなそのプロローグ的なオープニング曲を作ってくれと言われて、で自分はそのオリジナルバージョンのような一曲でちゃんと完結するような曲を作ったんですけど、とりあえず数ヶ月は何も言わなかったんですけれども、その数ヶ月後に「いや全然違うから」とか言われて、いろんなものの場面が出てきて、それでメドレーっぽく作るからこれを作り直してくれとか言われて、作り直せってどういうことですか、だってこれで何にも言わなかったですよねって、こっちはまだ若かったせいもありますけども、若干怒りがあったわけですよじゃあ早く言ってくれよみたいな。でもシステム的にそういうふうに作るから仕方がないと。でせっかく作ったんだから丸々ボスっていうんじゃなくて、そこをまたちょっと改めて展開して長く作ってくれみたいなっていうところで、でもこれもう一曲で完成してるんだけどどういうふうにじゃあ長くしようかなみたいなところで、細かい部分ですけども A メロのところでもう一つ展開を加えて、そこで終わらすみたいなっていうところでなんとか落ち着かせたみたいなってのがあるんですけれども、なかなかそういうところでの連絡の共有部分がされてなくて、だからそういう意味ではさっきの音楽室と制作の部分が離れていたっていうのも一つの理由だと思うんですけれども、なかなかその共有部分がちゃんとできなかったっていうのは今言い返すとそうですね、そういうところはありましたね。いやいやお前がどうこう言おうがこういうふうになるんだからみたいなっていうところでこっちは従わざるを得ないみたいな完全に上下関係ができてるわけですからね。おかしいな、撮っときゃよかったなそのボイスをみたいな当時ボイスレコーダーがなかったからチッみたいなでも一曲に絞るのはなかなか難しいな。決してバトル曲でもないんですよ。シチューバトルはやっぱりありがたいことに人気あるんですけれども、自分の中で中ボスバトルの一つみたいな感じで作ってて、たまたまそれがゲーム性とストーリーが重なってすごくそのシチューバトルの曲が際立っていったっていう、後付けのすごい嬉しい理由がついてきたなっていうのがあったんで、エンディング曲とかスタッフロールのやつですね、あれは最後の最後でどう盛り上がって終わらせるかっていうところで、あとそれに続くエピローグですねは自分の中で力が入ったと思います。エピローグはもう泣かせてやろうみたいなね。今回も泣きのピアノがありました。いやー頑張りましたよどのぐらい時間かけてました？それでも1週間もあればできたんじゃないかな。早い。きっとその後の3の4魔貴族とかは、特にバトル4魔貴族2はイントロだけで1週間かかったことあったけれども、でもそれまでの
2でのバトルとか七英雄とかは1週間もあればきっとできたと思いますね。完全フル 3D グラフィックで蘇ったロマンシングサガ2リベンジオブザセブン。音楽のリアレンジはどのように行われたのでしょうか。まずはリメイクが決まった時の心境からお聞きしました。ああするのねとまあ仕事としてまずは情報、これも君からだっけ、こういうプロジェクト動きますよみたいな。2022年秋ぐらいだったと思います。はい、いや了解みたいな感じでリアレンジすることによってまた新たにいろいろ命を吹き込むんだというところで、どういうやり方になるのかなっていうのはこれからのものとしていろいろ2人で話し合った時はありましたね。人気タイトルなので、まずなんかお客さんに必ず受け入れられるような音楽にしなければいけないなと。でその座組をどうしていこうかなっていうのを真っ先に思いましたかね。はい、音楽リアレンジのコンセプトについてはリメイク版プロデューサーの辰家真一さんにお聞きしました。音楽のリアレンジのコンセプトとしては、伊藤健さんは多分今までこのロマサガ2の曲を何回もいろんなところで、ライブだったりとか、オーケストラだったりとかいろんなところでアレンジをされてきたと思うんですけれども、今回要望として言ったのは本当になんかこう正統派のアレンジをしてほしいと、つまりなんかこう気をてらったっていうと言い過ぎなんですけど、すごい尖ったアレンジってあると思うんですけど、あとオーケストラに合ったアレンジ、あとはバンドに合ったアレンジとかいろいろあると思うんですけど、そうではなくてあくまでもう原作の時はスーパーファミコンの音源がまずあったと思うんですけれども、で音源の数が少なかったと思うんですよ。でも当時も今って多分音源の数ってすごく多くて、で当時もこのぐらいの音源があったらやってたであろうという、アレンジをしてほしいというふうにお願いをしました。原作って2D の、画面だと思うんですけど、でも今回はすごい 3D になって奥行きがすごい出るじゃないですか。なのでなんかこうちょっと奥行きが出るようにというか、なんか具体的に僕もどうやったら音楽が奥行きが出るのかっていうのは全然知らないんですけど、ただなんとなく2D の中で流れてる音楽じゃなくて、3D の立体感のある音楽に、してほしいというふうに要望をしましたね。はい、載せたら、ぴったし合いましたね全然もうそんな合わないとかないですね。そこはもうさすがというか、合わなそうだなと思ってもなんか載せると合ってるみたいなことはありましたね。ゲーム作る時って原曲をまず乗っけてでずっと作ってたんですよ。で、それでも結構原曲いいねっていう感じでみんなでやってたんですけど、いやさすが伊藤健さんの曲いいねみたいな、CU バトルいいねみたいな感じでやってたんですけど、全然変わるんですよねやっぱりね。もちろん原曲もいいんですけど、本当にやっぱこの 3D に合ってるというか、でさらにやっぱ音数も全然違いますし、そこで本当なんか魂がもう一段階入ったというか感じの印象がありましたね。開発もねみんなって結構テンション上がりましたねやっぱり。徐々に乗っていくんですよやっぱ曲が、徐々に良くなっていくみたいな、難しいですけど原曲とアレンジ曲を何も知らない人にいきなり聴いてもらったら多分アレンジの方がいいと思うんですよね。なんだけどなんていうんですかね、原曲は子供の頃だったり昔なんか味わったなんかちょっとしたなんか思い出の味みたいなところがやっぱあると思うんで、だからどうしてもそれを超えられない部分っていうのもあると思うんですよね。オリジナルにオプションで切り替えてもなんかこれはこれでいいなって絶対思うんですよ瞬間いつも。だからそういう意味でなんかどっちが上っていうのは、実際はないのかなと思っていて、どっちもどっちの良さがある、じゃあ両方入れようという感じですね。結構初めてプレイした人でもなんかオリジナル音源にしている人っていうのも中にはいて、海外の人でプレイしてきた人は言ってたんですけど、なんだろう、
プレイしたことないけどちょっとノスタルジーを感じるみたいな、なんとなくわかりますよね。なんかちょっと昔懐かしいやっぱスーパーファミコンの匂いがするみたいな、そういう人は結構なんか意外にオリジナルにやってる人もいたので、はい、そういう人向けでもあるかなと思いました。はい。意外に難しい注文だなというところで、新しい要素を入れたいんですよね、その時々の新しいものを。なのでミンスレルソングの時は結構そういうところでは自分の中ではクリアできたんですけども、今回のように当時のものを本来入れたかったものをっていうふうに言われてももう入れてるんですよね。結局その時にイメージはもうちょっとさっきもお話ししたもう2つ3つ音があればっていうところがあるんですけども、でもそれも含めても当時のその制作環境の中で自分が解釈をして思いはそこにもう入れているので、それは自分が入社した当時の上松さんから言われたことで後々その音楽がアレンジされるとかオーケストラバージョンになるとかっていうのを見越さないで、そこのゲームで鳴ってるものがお前の全てなんだからそこに 100% 入れなさいっていうところから始まってるんですね。だからそういうところでずっと自分を守ってきたところであるので、それをまた当時のものを本当は伊藤さんがやりたかったものをもうちょっと膨らませるものがきっとベストだと思いますって言ってくれるのは嬉しいんですけども、意外に自分はもうそこで完結しているんで、そこのバランスをどうしようかなっていうのは最初の悩みだったかもしれませんね。でもあれよたつけ P もしたけれども、オリジナルのやっぱり良さでノスタルジーなところもあってっていうところでやっぱりそっちにも人気があると話していたじゃない。信夫さんいるじゃんか、はい、彼も信夫チャンネルでいろいろやって自分もたまに見させてもらってるんだけども、かたくなにオリジナル曲だね彼はそれがいいんだ好きなんだみたいな、いやそうなんだみたいな感じで見させてもらってるけれども、ある意味嬉しいけれどね、当時のものを懐かしがっていう含めてね、こっちの方が好きなんだっていうところもやっぱりそういうところで愛情を持ってやってくれてるんだなって嬉しいけれども、なんかこっちはでももうちょっと新しいのも聞いてほしいなっていうところもあったりね。僕割となんか変なエゴとか何にもなくて、そのリメイクここ僕が噛んだからこうなったんですよみたいなそういう思い全くゼロで、やっぱもう素直にたすけさんがオリジナルのゲームを遊んだ人のイメージを壊さないで、それがうまく今になったっていうのをやってあげるとお客さん喜ぶんだろうなって本当したら素直にそう思って、で肝になりそうなのがやっぱりアレンジに入ってくださる方がやっぱり今度そうするとアレンジャーの方がこれ私がアレンジしたからこうなったのよって誰しも込めたい部分があると思うんで、そこをあんまり込められちゃうと多分違うなと。かといって何にも変えないっていうのも多分今度お仕事としてつまらないだろうっていうところでそういうことは真っ先に考えましたね。どのぐらいのさじ加減でお願いするのかっていう時に、はい、1曲ずつこれ誰にしますか、で大体っていうかほぼ同じでした多分この人だろうなって思ってる方はあえて言わないで誰がいいですかって言うとですよねっていう感じで、自分もいくつか選ばさせてもらって、でも七遊は絶対外せないだろうなみたいな感じで自分と上倉くんの共作みたいな感じでやらせていただいて、あとはエピローグは好きだからやらせてくれみたいな感じで進言したりとかっていうのはいくつか含めた上で、じゃあ他は多分この曲のこの印象やイメージは彼女はきっと強いだろうから、じゃあこの人当てようみたいなっていうところで2人で当てはめてきましたね。真っ先にまずその伊藤さんが一番思い入れが終わりだと思うので、そのアレンジャーさんを誰にしましょうかってお話の時に大前提としてまず伊藤さんやりたい曲ありますかっていう話をさせていただいて、まず伊藤さんがアレンジすべきものは伊藤さんにやっていただいてってことで、伊藤さんから候補を挙げていただいて、いやもう好きなやつですねあと楽なやつね本音が出ましたねこの辺はやっぱりねでもやっぱり全てに思い入れありますからね。基本ポジティブに受け入れます。でその上でどうあってもこれはちょっとトゥーマッチだなっていうのは削りながら、でもそのトゥーマッチの部分でやっ
やっぱり良さはあるんですよ。その部分を残しつつ自分なりにその監修させてもらって、で彼といろいろ話し合って、これで大丈夫かな、大丈夫です、これでいきましょうみたいなっていうのは何度かその曲に対してトリートメントをしていたと思いますね。意外とだから本人がアレンジするよりも誰かがアレンジしてそれを俯瞰した感じからディレクションする方がいいのかもしれないですね。それぞれの思い入れ、愛情がまた違ったりありますからね。基本的にはスムーズに進んだんですけど、なんか僕が結構一番好きなアレンジはなんかバトル1のアレンジが一番好きなんですよ。バトル1が1ループ目は割と原曲に忠実なアレンジなんですけど、2ループ目はこれ、ディスニー8の上倉さんがアレンジを中心にやられたんですけど、なんかすごい独特の結構変えてきてるんですよね。そこがもう結構好きでなんですけど、なんかよくよく考えてみるとそれなんか僕のさっき言ったコンセプトとなんか唯一反してるやつなんですよ。1ループが45秒ぐらいかな、ちょっとこれ間違ってたらごめんなさい、45秒ぐらいで3ループ目でようやくその変わったアレンジが来るんですけど、ちょっと雑魚戦で、1分半ぐらい戦ってることってあんまりないんですよね。だから、ちょっともったいないなと思ったので、なので伊藤健さんとかにはと岩崎さんにはちょっと2ループ目にそれ持ってきてくれないっていうちょっと変更して、なので今2ループ目に入ってます。でその結果ね毎戦は効かないんだけど、ちょっとね5戦ぐらいに一遍ちょっと苦戦するとそのアレンジが出てくるんで、そういう意味でなんかプレイしててもそのアレンジが出てきた時にちょっと嬉しいみたいなのはありますね。一応紙に伊藤さんと話し合った上で僕はアレンジャー一人一人にこういうコンセプトですっていうのは紙に書いてお渡しはさせてもらったんですけど、そのオリジナルに準拠した形で新しいパートを足す場合はいきなり1周目から入れるんじゃなくて、その曲が1回最後までいって2周目とかからちょっと新しい要素を入れる場合は入れてくださいと。であとそのギターソロとかそういうものはゲーム音楽なんで繰り返し聴くとソロとかってくどくなっちゃうので、そういうものは極力入れないでくださいと。実際には2回目3回目で新しいアレンジを他の方も全然入れてくださってよかったんですけど、なかなかなんていうかそれって勇気がいりますよね。伊藤さんの楽曲がメロディーがしっかり立ってるところに勝手に2回目から新しいメロディーを奏でるってやっぱりオリジナルを大事にしようっていうことで皆さんやられたと思うんですけど、上倉さんのバトルに関してはなんかオリジナルを大事にしてオリジナルの別の曲のメロディーをね持ってきたりして新しい部分を作ってくださってたので、上倉さんのやっぱりアレンジャーとしてのスキルもそうですけど、差が愛があったからこそ生まれたアレンジかなって僕は思ってますけど、それぞれにね他のアレンジャーの方々も差が愛を持ってやってくれたんで、そういう意味では嬉しいですけど、もちろんそうです。上倉君は上倉君なりの彼のその思い入れの深さやなんかそういうところが感じたところがそういうところで、例えばバトル1だったらそのループ以外の部分は「遥かな戦いの歌」っていう詩人がハープで演奏する曲があるんだけど、そのメロディーを入れたりとか、七英雄は七英雄でラストバトルのフレーズを入れたりとか、そういうちょっとテクニカルなところも含めて、きっとこうすれば盛り上がるんじゃないか、ユーザーの方々も喜んでくれるんじゃないかみたいなっていう彼なりの思惑も含めてのものだと思うんですよね。それが当たったと。皆さん佐賀遊ばれて佐賀愛がある方たちがアレンジしてくださっているので、なんでしょう、うまく言えないんですけど随所にやっぱりにじみ出てますよね、そういう要素が。デスティニー8の連中がね、これまた佐賀愛が強い連中ばっかりなんですよ。自分が思ってる以上に彼らの熱が高くて、でその上で今回ゲームというパッケージで延々と流すことができるっていうことで、またちょっと気合がね違うんですよね、彼らの。っていうところですごくその意気込みとその演奏における丁寧な部分も含めて、なんかちょっ
とこっちが気を緩むとほろっときそうな感じもあるんですよ、いろいろ思い出して。でもそこはちょっとこらえながらいろいろ見させてもらいましたけれども、なんかそういう意味ではなんか自分らが当時思っていたものが30年ぐらい経って彼らにそれこそ継承していたんだなっていうのは、なんかいろんな答え合わせがそこでできた感じがしますね。でまた細かいところも彼らやってくれるんですよ。当時の演奏上ではこれはもうちょっとこうした方がいいんじゃないかっていうのはあると思うんですけれども、例えばドラムのハイハットの打ち方とかギターのカッティングの仕方とかっていうのは結構当時オリジナルに基づいてやってくれましたね。レコーディング中にオリジナルをみんなで聞き直しましたね。ややもするとドラムとかってこうチキ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 ってこう気持ちよくなってくると好きなところでハイハットをこうオープンにしたりとかしちゃうんですけど、そうじゃなくてオリジナルってどう演奏してるっけって言ってもう一回ねスタジオでこうだよねって耳コピして、じゃあそのように叩こうっていう感じでやっていただきましたし、ギターもガッ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 ってこう規則的に刻んでるだけだとやっぱりノリが欲しくなるからジャーとか強くやりたくなるんですけど、それをやっちゃうとロックバージョンアレンジだよねっていうことでもう抑えていただいて、オリジナルに近づけようっていう感じで、ベースなんかも確かどういう音色が一番オリジナルに近いですかねなんて言って最終的に確かピックベースにしましたよね。確かに、なんか指で弾くつもりで池尻さんいらっしゃったんですけど、こっちで我々がね聞いててピックが一番オリジナルっぽいかもみたいな話になり、一応ピックもあるかもと思って練習しといてよかったみたいな話も出てきたりとかして、すごくなんかだからみんなでかっこいいアレンジ作ろうっていうんじゃなくてオリジナルに似せようね、今回はそれがミッションだからっていうところを皆さんね共有してくださって作ってくださったんじゃないかなと思ってます。自分は余計なこと言うのはやめようと思ったんですね。彼らの意思とあとそのベクトルの強さみたいなっていうのをもう大尊重しようみたいな感じで、だからそういう意味では彼らのやりたいことを全面的にこちらは受け入れようみたいなっていう姿勢ではいました。僕ねちょっと脱線するかもしれないですけど、そのレコーディングの日にたつけさんがゲーム画面かなんか持ってきてデスティニー8のメンバーにこう見てもらってたんですけど、それがなんていうか業務前として「へえそういうゲームなんですね」とかっていうんじゃなくて、みんな食いついて「あすげえこんな風になるんだ」みたいな感じでメンバーの人がみんな見てたので、これ任せとけば大丈夫だなっていうもうその感じがもうそこで漂ってたので、どんだけ譜面をやってもバンドで演奏するのってやっぱもうその場のバイブレーションとかがそのままレコーディングに反映されるので、もう本当その時のメンバーの人たちのエネルギーとかそういうのがそのまま込められるので、もうその演奏する人たちがすごい画面見てキャッキャ言ってたんで、これは大丈夫だなと思って、見守ってました。婦人誌なのになんで通常なのみたいなのから始まり、であとは普通にね CU バトル3回目でね聞くことはできるんですけど、やっぱそのジェイラールとのねレオンの下りでねやっぱ CU バトル聞きたいじゃないですかっていうことでだったら最初をクニンシーとの戦いで、その次は CU バトルでもう一回 CU バトルになっちゃうんですけど、それでいいかなというふうに思いましたね。そもそもねタイトルがなんでクジンシートの戦いなんだろうというただの、ね、ボス戦なんだけどみたいなのはちょっとあるんですけどね、原作でもね喋ってる途中でやっぱ曲が入ってきてっていうところなんで、そこは多分みんな好きなところだと思ったのでそのまま踏襲しています。それは自分がモニターでそこしか進むことができなくて、でたまたまその曲でクリンシーが流れていたからそういうものなんだろうなと思ったら、意外にいろんなところで使われていたっていうのは後で知ったってことですねだからサントラ作る時にタイトルを決めなきゃいけないっていうところで、自分はこの曲ってクジンシの専用曲なんだなって勘違いしたところから始まってるんですよね。なんでクジンシだけなのみたいなお前やってねえだろみたいな話になってはいおっしゃる通りでみたいな間違えてましたみたいないろいろ緩かったですよね、昔のゲーム開発ってね。
もともとロマサガ2ってなんかこう僕の中ではクラシックっていうよりもやっぱりポップスな印象があって、なのでそのオーケストラ楽器弦楽器がたくさんの曲に入っててハープなんかもいっぱい入ってるんですけれど、なんかあんまりなんかこのフルオーケストラみたいな感じに今回しちゃうと原曲の持ってるなんかエネルギーが失われてって、なんかこの高貴な感じになっちゃうんじゃないのかなっていうのがあって、その弦の編成っていうのがこう6型とか8型とかあるんですけど、そうです、その6型っていうあまり大きくない編成でやった方がロマサガ2のオリジナルらしさが出るんじゃないかっていうことで、基本はほとんどの曲はその6型ないしは一部の曲8型っていうのがあるんですけど、そのぐらいでやってるんですけど、そのオープニングだけはなんかもうこうフルオケみたいな感じにしてもいいんじゃないのかなっていうのがあって、ホール撮りとあとそういうスタジオ撮りってのは全く音響が違うんですね。でやっぱりホール撮りっていうとやっぱり館内の響きも含めてのものなので、そういう意味では迫力があるんで、そういう意味ではそういう聴き方の差別化がちゃんとできるっていうのはいい収穫でもあったし、でそこにタスケ P もいらっしゃってたんですよ。で実際そういうの聞いてもらってかなり感動してくれてたみたいで、こんなに違うんですねみたいな感じだった気がするね。確か反応がね、思った以上に原作大切にしてくれてるんだなと思った。だからそういう意味ではそこをこちらが無下にすることはもちろんできないし、彼の意思や思いをやっぱり尊重して曲を作っていかないとなっていうのはちょっと引き締めましたね。ロマンシングサガ2リベンジオブザセブンには新たなコンテンツに合わせて新曲が追加されました。そのコンセプトや作曲の過程をお聞きします。やっぱりせっかくのリメイクなので新曲欲しいなと思って、ただまあちょっとどこにはまるかなみたいなのを考えた時に、すでにねプレイされた方は分かると思うんですけど、ちょっとなんか本編のクリア後に隠しボスとの戦いがあって、そこは曲がないので、もう一回ちょっと七英雄バトル流すのもちょっとキャラクター的に違う。だったら専用の曲を今回はつけてもいいんじゃないかなと思ってお願いをしました。もともと1曲だったんですけど、もう本当に最後みたいな感じにしてくださいと、ありかつ最後にしてくださいみたいな感じの要望をしたんですけど、なんかすっごいあり感のある曲上がってきたんですけど、そんなに最後感なかったんですよ。盛り上がるのもちょっと遅いなみたいな感じだったんで、岩崎さんとそういう話して、ちょっとこれ伊藤健さんに言おうって言って、なんか確か岩崎さんが伊藤健さんにそれ伝えたんですけど、伊藤健さんからは最初の方が長いとはどういうことだみたいなそんなのあるかみたいな感じでこう来ちゃったんですよ。しかもね最後感がないっつって。でもよくよく考えてみると、そのボスって第1形態と第2形態があるんですよね。だったんで確かに第1形態の感じから言うとこんな感じだなと思って、でただ第2形態までいくと本当に最後っぽいので、岩崎さんと話してちょっと2曲いっとくみたいな、2曲いけんじゃないみたいな、っていうので、ちょっと2曲目をさらにちょっと最後っぽくいけませんかみたいな感じでね頼んだんですよね。はい、全く別の曲を使ってもらったんですけど、でもねこれがねめちゃくちゃ良くて、はいなんだろう、やっぱそうさ、ラスト感出たんですよね。実際この後ゲームに載せたじゃないですか。ゲームに載せたらじゃあ最初の曲ちょっとなんか最初の方長いなと思ったんですけど、ちょうど良かったんですよね。曲として聴くとなんか盛り上がるまでに1分半ぐらいかかるのかな、なんか長いなって感じだったんですけど、割とそういうボス的な強力なボス的なやつってプレイヤーが結構行動の準備をしたりとかして、でようやくなんか戦いになってきて、で向こうが激しい攻撃をしてってやってるうちになんかちょっとそこでようやく盛り上がってくるじゃないですか。だからなんかそこで曲盛り上がってきたみたいな
なんで伊藤健さん言ってたところ正しかったんだと思って、ちょっと悪いことしたなと思ってなんかもう巨匠になんかこうちょっと最初の方長すぎるみたいなことをねちょっと言ってしまったっていうね、ちょっとじゃあ後で謝ったんですけど、すいませんでしたっつって、こうなんでいいよいいよみたいな感じだったんですけど、まあ、ちょっとねそういうのはあったんですよ。だから実はその曲の盛り上がりっていう意味では全然もう合ってて、ちょっと僕も勉強になったんですけど、ただやっぱりその第一第二形態あってやっぱり一回変わるので、そこで確かに同じ曲がまた始まるのも良くなかったかなと思っているので、結果なんかそのなんていうのかな、2曲になって良かったなとは思いましたね。アリとの戦いだっていうところで、そういうちょっといろいろうごめいてるようなでちょっとドロドロしたような感じでイントロと A メロも含めてなんかそういうまさにアリ感を出してるような感じで作ったんですよ。良かれと思って、ね、2回言いましたけど今でB メロ以降のそのサビに向かってはやっぱりバトル曲っぽく作ったっていうのでまずは完成させて、で岩崎君を通してしたらそういうことが反応があったんで、どういうことみたいな感じでちょっとここで少しだけ揉めたことがありましたね。そうですね、なんかそういう時ってこうオブラートに包んで伝えるべきかストレートに伝えるべきかみたいな葛藤はあるんですけど、もうストレートに伝えました。これに関しては伊藤さんからそういう反応があるのも分かって、で僕はその達助さんはどうも前半が長いからこれ構成変えたらなんとかなりませんかねみたいなちょっとオーラがあり、伊藤さんはいやこれはこういう形で完成してるんだからっていうのがあり、多分これを構成変えてくれってなっちゃうとその元の曲の持ってる意味とか熱量とか変わっちゃうなとは思って、で伊藤さんもいやこれ変えたら違うっていう話だったので、それだったらこれをこういうふうに変えてくださいって話するぐらいだったらこれはこれでもう一曲新たに作っていただいた方が新しくエネルギーがなんていうか迷いがなくできるんじゃないかなって思ったんで、結構伊藤さんが忙しい時期だったのを承知で達助さんに「いや達助さんそれどうこう直してください」っていうぐらいだったらこれはもう伊藤さんは大変になるけど新しく一曲書いていただいた方が達助さんが望むような曲が来ると思いますって言って、そしたらもう一曲いけますかねみたいな感じだったんですけど、とりあえず言ってみますっていう感じでお話しさせていただきましたね。こっちもだからそれを聞いていわゆるシチュエユー的なそれこそちょっとヒロイズムのものが本当欲しかったんだみたいな感じで言われたので、じゃあ書くよみたいなちょっと腹くくりましたね。その方が早いってこともあったんで、で第一形態のよりももっと盛り上がるような、いわゆるヒロイズム満載みたいなっていうのを出したらこれですみたいなこと言われて、でじゃあどうゲーム使われてるのかなみたいな、最近のその YouTube とかでいろんな VTuber たちがプレイしてくれてますけれども、それを最初に見た時にこういうことだったんだと、しかもやっぱり第二形態はやっぱり人間に近いような感じでもっと盛り上がる雰囲気だったんだなっていうところで、あれってきっと曲を聴いてもらって、それでいろいろ変えてもらったのかもしれないね、なんか寄せてくださったのかなぐらいに、っていうことをなんとなく感じたんで、だったらよかったなみたいな結果よかったなと思いましたね。クリエイターあるある話です。もうすごい込めて「俺やどうだ!」って出したら違うって言われた時にね、なんか、でもレコーディングはよかった。第一形態がその D8 のギターの森くんで、第二形態が成田勉くんだったんですけども、森くんのそのロック系も素晴らしかったし、成田くんのね作りで2週目でまたちょっとアレンジが違うんですよ。ブラスがメインのでフレーズも細かくかっこいいところがあって、まさにヒロイズム満載の感じにちょっと変えてもらって、個人的にはかっこいいなと思って、いやかっこいいですよ。だからきっとバトルも盛り上がるだろうなと思って提出をして、で後々そのゲーム化になってさっきもお話ししたように YouTube とかで確認したらちょっと自分も震えちゃうぐらいのものが出来上がったなみたいな。結果オーライですね。結局そこね結局2曲作ってよかったなって話だよね。
キャリアも長くなってきたんで、だからそういうところでなんとか想像つくんですけども、かっちりハマるっていうところまでさすがにこっちの完成形は見えてないので、それは結構まあ出たとこ勝負なんですけれども、でもまあできる限りのイメージはしてますね。結局作ること自体はゼロからやってるので、そういう意味ではそんなに差はないんですよね。方向性として違うだけで、作ること自体はっていうのはそんなにアレンジだろうがオリジナルを作ろうがっていうのは自分の中ではスタート地点は変わらないと思いますね。むしろその2の世界観を壊さないようにしようと思いましたね。30年前から始まったそのシリーズの継続の部分だったり、でその継続をどうみんなはきっと愛してくれているのかっていう自己分析だったりとかで、自分の当時と今の思い入れの違いも含めて、その違いをどう埋めていくかっていうところも含めての再発見ですかね。プラシーボじゃないですけども、引っ張られる部分もきっとあると思うんですよね。だからそういうところで特に第一形態のその森くんとかはやっぱりゲームユーザーでもあるんで、当時からのだからそういうところでのテイストは似てるところで感じていただいたかもしれませんね。でもあるかもしれないですね。アレンジよりも無意識のところでなんかそういうところを入れているのかもしれないですね。いやでも僕も第二形態はロマサガらしさを感じました。最近のその伊藤さんが作られる曲と昔のロマサガの曲でやっぱりこう使うコードとかもねこう変わってきてるんですけど、なんかそこはなんかこう少し寄せたのかなっていうのは感じました。でもそれ周りに言われてそうだったんだってまさに発見もありますね。今言われた第二形態のところで七英雄のフレーズがもしかしたらっていうのは今なんとなくずっと頭の中でメロディーを追ってたんですけども、ここかみたいなところ今思いついたんで、例えばこういうところかな。1位のイントロですね。そうなんですよ。でもなんとなく自分でも意識してるんでしょうね。その場ではよし7位のフレーズ入れてやるじゃなくて、なんとなく追ってったらたまたまそうだったでそういうふうに言われてそういえばみたいなっていうのは、そういう気づきはままあります。最後にロマンシングサガ2リベンジオブザセブンへの思いをお二人にお聞きします。総じてやっぱりオリジナルの良さをなんとかそのままの形で今届けたらこうなるっていうところに注力したので、むしろなんかこう何かをここを聞いてくださいっていうよりは自然に聞いてもらえて、ロマサガ2だよねって思ってもらえたらすごいやってよかったなっていうそんな感じですかね。でも当時はやっぱりちょっと苦しんだと思うんですよね。お話ししたその1でちょっともぬけの殻になって心がでまたモチベーションを持ち上げるためになんかいろいろせっせとやったようなちょっと苦しんだ時期の中でのロマサガ2の制作だったと思うんですよね。そういう意味では出来上がった時はちょっと成長できたかなっていうのも今思えばあるんですけれども、でそれがまた30年後ぐらいにこうやってまたリメイクが出て、でまたしかもいろんなそのアレンジャーの方々のサポートも得て、ある意味新しく生まれ変わって、でもそこを楽しんでくれてユーザーリスナーがすごくまた再評価してくれるっていうことは嬉しいなと、シンプルに嬉しいですね。だからその嬉しさも含めてまた次につなげられればいいなと。いかがでしたでしょうか。僕は当時から七英雄バトルが物悲しくも力強い曲で大好きだったんですよね。原作を強く意識してアレンジされたことがすごく伝わってきました。そして新曲を聴くことができるドレッドクイーンとのバトル、
最高難易度ロマンシングでやっと倒せた時はもう燃え尽きましたね。リメイク作品に原作愛って必要不可欠なもんだと思うんですが、それをチームで意識して作り上げてくれたからこんないい音楽、いいゲームが生まれたんですね。そしてこういう作り方をしてくれたからこそ、原作が好きだった僕みたいなプレイヤーは懐かしみながらもあの時以上に熱中してプレイできたし、新しいプレイヤーの方にはロマンシングサガ2が今でも色褪せない素晴らしいゲームなんだということがしっかりと伝わったのではないでしょうか。収録後、伊藤健二さんからメッセージをいただきました。僭越ながら代読させていただきます。30年前、まだ20代中盤だった自分があがきながらも音楽を作り上げたロマンシングサガ2。当時はこんなに長く愛される作品になるとは夢にも思わず、自分にとっても自作品のロマンシングサガ3などにつながる成長をさせていただいたと思います。これからもサガシリーズをよろしくお願いいたします。メッセージありがとうございました。これからもサガシリーズしっかり遊ばせていただきます。